美濃家リフォームフロアは発泡クッション材の粘着シート付きでめくって貼るだけの簡単仕様です。機材は合板、サネはなく、小口は4面面取り加工。美しいリアルな木目柄の表面は抗菌仕様、ワックス不要です。今回はこの床の上に美濃家リフォームフロアを貼っていきます。こちらの道具を使って DIY します。ゴミやホコリがないように掃除しておきましょう。通常のフローリング施工であれば中心を測って割り付けますが、今回は簡易的な施工方法として流し張りで貼っていきます。1枚目の裏紙を剥がしたら壁際に突きつけて貼ります。しっかり押さえた後は貼り直しできないので注意しましょう。2枚目以降も隙間なく貼っていきます。残り幅が1枚分より小さくなるまで置いていきます。残り幅を測ってカットしても OK ですが、部材だけでカットする方法もあります。カットする新しい部材の裏紙を取らずに最後から2枚目にぴったり重ね合わせます。その上にガイドとなる新しい部材を壁側の端に突きつけておき、重なった部分に印をつけてカットします。カット部分にサンドペーパーをかけて面取りします。カットした方を壁側にして端にはめ込みます。次の列の始めは前列でカットした余りを使えば材料を節約できます。前の列と継ぎ目がかぶってしまったり、列の最後の端が短くなりすぎる場合は列の始めをカットするなどして調整します。レンガ張りをする場合、偶数列は新しい部材を半分にして貼り始めます。最後の列は列の端と同じ要領でガイドを使って印をつけ、残りの幅に合わせてカットします。カットした方を壁側にして隙間にはめ込んでいきましょう。全面に貼り付けできたら完成です。